格ゲー喫茶ハメジュン。ここでは格闘ゲームを愛するプレイヤーたちが日々格ゲー談義に花を咲かせ、熱いゲームバトルを繰り広げています。マスターのハメコ、数々のビッグイベントで実況解説を務め、ゲーム記事の執筆もこなす格ゲー通。アルバイトのいつか、ガールズバンドのギタリストとして活躍中、格ゲー初心者のゲーム大好き女子です。常連客の歌広場純、ゴールデンボンバーのツアー中にアケコンを持ち回るほどのゲームフリーク。いつかちゃん、実はね、ここ最近女性のですねプロゲーマーが増えてきてるのよ。知ってた？知らなかったです。女性ゲーマーってさ、かっこいいだけじゃなくて可愛いんだよね。なりたいです。絶対なれるよ。いらっしゃい。どうも。はいはい。鉄拳のプロゲーマーがタヌカナさんとダブルさんだ。どうもいらっしゃいませ。番組初の女性ゲストがご来店。日本人で2人目の女性プロゲーマー、タヌカナ。可愛いルックスはもちろん、理論に裏打ちされたその実力は折り紙付きです。かつて北陸のスーパー小学生と言われたプロ選手ダブル。小学生の頃から始めた鉄拳歴は20年を超える世界クラスのプレイヤーとして活躍を続ける天才プレイヤーです。マスターから見てお二人はどうですか？特にそのダブルという選手はですね、非常にやっぱり速い展開を作るのがうまいと言われてますね。だからスピードスターっていう名前が。かっこいい。素直にかっこいい。かっこいい。見てください。マジでこういう新入社員いそうだもんね。僕スピードスターって言われてるんですよとか言って。喋りたくない。まあ僕基本的にアウェーなんでまあいいんですよ。いいな、なんか愛されるキャラクターだな。ダブル君はね、小学校からやっているっていう、だけやってっていうのもあれなんですけど、小学生からやってんの？はい、そうっすそうっす。僕エリートなんですよ。こいつ。出た。例えば反応もそうですし、価格もそうですし、確定反撃の精度、技の中下段の振り分けみたいなのも全てのスキルが高い。で、タヌカナ選手はすごく攻めがうまいプレイヤーなんですよね。でその攻めのうまさを使うことで、その相手のミスを誘って、そこをやっぱりしっかり反撃するっていうのがやっぱすごいいい。本当に反応がすごく早いのと攻め方がすごい上手で、攻めをやっぱその受け手側は怖がって技を置いちゃうんですね。怖いからね、手出しちゃうよね。そうそう。でそこをしっかりと消去してくるみたいな。かっこいい。なんかこんな可愛いのにプレイスタイルがもうガンガン攻めるっていうのを思えますね、ものすごく。大会とかで勝った時、めちゃくちゃのぶとい声で「よっしゃ!」っていいね。名物じゃん、名物。おっさんみたいな声で「うい!」ってみたいな。それがね、いいんですよ。そうそう、それがいいんですよ。先日マスターカップ11、鉄拳7の大きな 5on5 の大会がありましたよね。ありましたね。そこで2人はチームを組んでいかがでしたか？過去最高人数で1300人そうなんですよだったんです。お二人のチームの成績がトップ8まで行った。トップ8。すごい。その私ら以外の3人は山佐っていうチームに入っているプロプレイヤーなんです。前回そう。のびさんと前回来てくれたお客様がやっぱその鉄拳の大会とかってなると、あの人たちプロっぽいなんかオーラというか。プロっぽいとかそうだよ。今思えばプロだあったよ、あの人だって。プロだけど、そもそもなんでその5人がチームを組もうってなったんですか？ダブル君はそうです。山佐の人らと仲が良くて、で私はもともと関西なので関西のチームで出てたんですね。ただちょっと今回関西のチームが結構ちょっとごたごたがあって、どうしようかな、もう今年出るんやめようかなみたいな感じで言う時に山佐さんとダブル君のチームから声かけてもらったんですけど、本当にめっちゃ強いチームっていうのは分かってたんで、最初いやでもそんな私なんかがとかってずっと断ってたんですよね。断り続けてたところにのびさんから急に電話があって。なんかお前のことを俺はちゃんと強いと思ってるから一緒に出よう、お前と組みたいねんって言われて、ほんでうるっと来たところにたけさんも電話に出てくれて、もうたけさんが「マスターカップの日空いてますか?」って言われて「あ、はい」って言ったら「じゃあ待ってますんで一緒に出ましょう」とか。あのたけさんがあんな風に言われたら確かにクラってなっちゃうかもね。行こうって。
そら行くわみたいになっちゃって、しかもその時4人一緒にいたんですよ。そこで話してて、じゃあもうここ4人で全員田中の説得しようぜみたいな話誰の電話でうんっていうかゲームやってたの？なるほどね。で、のびさんが先陣切って、のび、たけ、で俺でゆうさんが最後にビシッと決めて、田中さんを説得した。うわ、めちゃくちゃいい話じゃん。だからそれでそこまでみんながのことを出たいって言ってくれるんだったら、分かりました、ありがとうございます、じゃあ行きますって言って。田中さんってもっとイケイケなのかと思ったら謙虚なんだね。でそのマスターカップの翌日になんか面白いことあったんですよね。マスターカップトライ東京2019、全国の鉄拳プレイヤーたちから注目を浴びた大会、マスターカップトライ東京2019。マスターカップトライ東京っていう大会は上位3名までそのプロライセンスが配布される、発行される大会だったんですよね。日本でも結構いろんな地域が鉄拳強くて、九州、福岡、長崎がめちゃくちゃ強いんですね、このゲーム。今回そのトップ8に福岡の選手が3人、そのうちの2人、1人がゲンっていう選手で、中学時代にエボリューションで準優勝してるんですよ。中学で準優勝。準優勝？そんな選手とコウキっていう選手がいるんですね。実はそのゲンとコウキはもう家族ぐるみで付き合いがあるぐらい仲が良くて、70みたいなね。でしかも一緒にずっと鉄拳をやってきて一緒に練習し合ってた、もうそれこそその福岡の鉄拳を支えてきた2人がぶつかったんですよ。もうそりゃもう会場全員が涙しました。いやー感動ですね。その会場にいたんですよね。いましたどんな雰囲気だったんですか？もう終わった瞬間ね、もう拍手が鳴りやまないんですよね。でいろんな人がわーって前に行って、エモいやつだ。よかったよ。聞いてるだけでエモいですもん本当に。9月22日、上位入賞者には鉄拳7のプロライセンスが発行される大会。会場にはおよそ300人のプレイヤーが集まりました。プロの選手たちにどれぐらい僕の実力が通用するんかっていうのを、いろんな人と対戦したいという思いでこの大会に臨みました。鉄拳7で現在プロライセンスを持つプレイヤーは11人。今回新たに3人のプロライセンスプレイヤーが誕生します。決定戦なんです。そんな今大会で最も注目を集めた試合が、そこで当たるのがこの2人、なんということでしょう。親友対決、つい泣いているぞ。勝てばライセンス獲得、負ければライセンスなしのルーザーズセミファイナルで当たったのは福岡勢のこの2人。鉄拳界の神童、チームリキッドのゲン選手。今大会屈指の注目プレイヤー、中学生の頃から世界大会で結果を残すなど新世代最強との呼び声も高い。対するはとにかく攻める福岡の雄、ピコハンコウキ選手。ゲン選手とは小学生の頃から鉄拳の技術を磨き合った中、鉄拳から離れた時もあったが、お互いの存在があったからこそ戻れたんだとか。支え合ってここまで来た2人の親友対決、勝つのは。最初にリードしたのはゲン選手。しかしピコハンコウキ選手もすかさず巻き返す。両者一歩も譲りません。いよいよ最終ラウンド。泣いても笑ってもこの試合でライセンス獲得か否かが決まります。つないだ 3LP からある後期優勢だが確かに止めるスライディングいくな。一進一退のせめぎ合い、どちらが勝ってもおかしくない状況。反撃どっち行く。読み勝った。レイジドライブガードしてる。使ったレイジ解放。下がりパンチ。接戦を制したのはゲン選手。19歳にして鉄拳7のプロライセンスを獲得。最後はお互いを称え合う2人の姿が。もう十何年というもう付き合いがあって、もう小学生の時から知ってるような関係で、そうですね、自分も一回鉄拳やめたんですけど、なんかそのもう一回始めるきっかけになったっていうか、今鉄拳してる自分がいるのもなんかあいつがいるからなのかなっていうのがあって、負けにも納得してます。ピコハンコウキ選手の思いを背負って戦うゲン選手。決勝の相手はこちらも同郷、福岡の猛者チリチリ選手。
勝負は最終戦にもつれ込みます。どうだ。やばい、ガードした。グッだ。ルーザーズから這い上がったゲン選手が見事優勝。ウィナーズのトップ32の時に負けたんですけど、何か技を出して悔いが残らないようにしようと思って、したら見事全部いい感じに当たって勢いで勝ちました。自分みたいになんか勢いある人はいないなっていう感じなんで、全員倒すみたいな勢いで頑張っていきたいと思います。新たな3人のプロライセンスプレイヤー、今後に期待です。鉄拳プロゲーマーのダブル選手と田中菜選手、2人はプロになる前はどんな生活を送っていたのでしょうか。田中菜さんはプロになる前ってどんなことされてたんですか？私はですね、高校卒業をしてから、設計士として、働いてまして、普通に働いてたんだ。それそうか。はい、高校を建築の学校出てたので、もうそのまま設計の方に進んで働いてたんですけど、1年ちょいぐらいしたら会社がちょっと倒産しちゃってでそれから大手アパレルメーカーで正社員として働きつつ、サイクロプスの今のプロチームの、応募のところに応募して受かったので転職っていう形ですかね。まとも職業の一つとしてのプロゲーマー、しかもゲームがうまい。僕はもう全然田中菜さんみたいな健全な生き方を全然してなくてですね。だって小学校からね鉄拳強かったってエリート。ああそうなんですよね。まあエリートっちゃエリートなんですけど、20歳の時に実は紐をしながら2年間やっていまして、何それめっちゃ面白そう。このままじゃマジでいけんなって思って、もうちゃんと自立しなきゃって思って、で22歳から電子セラミック部品って言って iPhone とかのチップを開示みたいな仕事を。何それ超すごいんだけど。でそれからでもどういうきっかけがあったんですか？去年の大会で僕がトップ8と行ってから5人抜きとか4人抜きとかいっぱいして、今いるチームの UIU の代表もそれ見に来てて、なんかダブルって気になるんだけどみたいな、まあ俺のオーラに吸い寄せられて UIU の代表が規模感出てきましたね。大会とかが本当に強くて優勝とかもしてたので、大会でいい成績を収めたらやっぱり全的に注目を集めてプロ活動っていう話になってくんだ。いやこんだけ面白い話聞かせてもらったら鉄拳やりたくなってきました。プレイ見てみたいですもん、本当に。マスター鉄拳やりましょう。よし。今週のゲームも鉄拳7、世界的な人気を誇る 3D 格闘ゲームエボジャパン2020のメイントーナメントタイトルでもあります。はい、ということで今夜は早速なんですけれども、ダブル対タヌカナというこの組み合わせをですね、今回見ていきたいと思います。それではプロゲーマー同士の対決、ダブル選手対タヌカナ選手で、ダブル君はやっぱりそうですね、スピードスターの名前の通り攻めてくるの早いので、こっちが先手を取らないとダメかなと思うので、ちょっと攻めていきたいと思います。まあ最新の大会ではやっぱ僕タヌカナさんに負けてるんで、ここは気を引き締めてまたちょっと勝って自信を取り戻していきたいなってではお願いいたします。俺完全に e スポーツ何やねんそれ。応援しちゃうな。試合が始まります。左がダブルのロー、右がタヌカナが使うシャオユーですね。このタヌカナの使うシャオユーは特に特殊な鳳凰の構えっていう姿勢を低くする構えがあって、それを使うことで相手の技を避けながら強力な技を打っていけるっていうのが、試合中に出たら絶対わかります？その鳳凰のもう絶対わかるぐらい特徴的な構えです。始まりました。ステージがこれいっぱいあるんですけど、このステージアラブ史上スークステージは非常に狭いステージで、結構簡単に壁までいっちゃいます。でこの鉄拳ではですね、今のが鳳凰の構え使いましたね。しかしここしっかりその線をガードして壁コンボに持ち込んでいくのはダブル。壁に行くとですね、下がることができないじゃないですか。こうなると相手の攻めを受けざるを得ない。 2D の画面端と同じですね。そうですね。ただそこの攻めてくるところにタヌカナがカウンターを合わせていきました。これタヌカナが0状態で、攻撃力を上げている。 2D と違うのは端っこだと壁コンボっていうのがあるんだよね。そうなんです。技が当たった時のそのダメージというかコンボが変わりますね。ここは速い展開を作って、ダブルがまずラウンドを取ってきました。ああいう風に細かい技を とにかくたくさん持っていて、それらが全部強いんですね、ローは。しかし今度はタヌカナはこの壁の方へとダブルを追い詰めていく。これが鳳凰の構え。しかしここからの下段の扇蹴り、非常に強力な技なんですけど、ここまで
2回ダブルがしっかりガードしています。そして壁コンボにつないでいく。展開で読んでんのかな、反応なのかな。一旦しゃがんでいますね。この方の壁見てから、ここはその考え方があるんですが、すごい。ここはチャージドラゴンナックルという技を打っていきました。これタヌカナが0状態です。こういうふうが2発目2発目が初段で止めると思ってタヌカナ反撃したんですけど2発目を食らってしまいました。そして壁に追い詰められた状態で特定の技を食らうとああいうふうに壁に張り付いてしまうんですね。やっぱラウンド終わった後も殴り続けるのは基本なんですね。ひどいな。浮かしていきます。タヌカナ苦しい状態です。起き上がりを攻められている。早い展開を作っているのダブル。この小技がとにかく攻めてるな。そうなんですよ。これがまさにダブルの強みですね。攻めからの攻撃を使っていくんですが、うまくダブルが割りここでしゃがみ状態からのドラゴンアッパー倒し、おっと残ったぞ残ったぞ。どうなるんだ。さっきの何それ。勝者ダブル。今の感想としてはガチで嬉しいです。最後踏みつけで倒せたのも嬉しいですし、田中さんこの悔しい表情も見れてもう最高ですね。田中さんいかがでしたか。いや反応が良すぎてちょっと下段が2択としてちょっと成立してないんですよね。いや今回ちょっとこういうシーンで緊張してたら当たるんじゃないかなと思って打ったんですけど2回ともガードされて悔しいな。そんな感じです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ、格ゲーレッスン。秋葉原ではマイヤキコンをゲットしカスタマイズ。個人的にはもう原点、格ゲーの原点といえるストリートファイターが、そしてやり込むゲームはストリートファイター5アーケードエディションに決定。ただまずはガードです。ガード前回は時戸先生から基本のガード方法を伝授されました。はい、ということで今回はボンちゃんさんに教えていただこうということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週はエボ2019覇者ボンちゃん先生のレッスン。その内容とは、このストリートファイター5という格闘ゲームには、ザンギエフみたいに自らの肉体だけで戦うキャラクターや、弾を出して戦えるキャラクターとかいろいろいるんですね。でザンギエフはやっぱ歩くのが遅いので、相手にこういう弾を撃たれちゃった時にどうしても近づきづらいと。そうなった時に自分がジャンプして相手に近づくっていう戦略があるんですよね。でそのジャンプ攻撃を当てるっていうのがすごく強いので、そこをできるようになってくれたら勝率も上がっていくんじゃないかなって思うので、今日はそのジャンプ攻撃を当てるところをやっていきたいと思います。頑張ります。今週の課題はジャンプ攻撃。ザンギエフの場合だと中キックかな。前にしな前に行ってそうです。で今のだとちょっと高く出しすぎちゃってて相手に当たらないので、もう少し低いところまで落ちてから中キックを押すっていう。ジャンプ攻撃は出すのが早いと空振りするので、相手のしゃがみガードを潰すように低い打点で狙っていきます。でその中キックを当てた後に小径とか、ちょっとでもダメージを取るっていうのがいいのかなと思うので、まずはジャンプ攻撃を当てるところから練習してみましょう。はい。ああいいですねいいですね。惜しい惜しいですね。はい。結構一回タイミングつかめればずっと一定のタイミングで大丈夫なので、そうそこまでなんです。とここでマスターがマスターここを押したらこのボタン L は押して見たらどうかな。はめこさんが今言ってくれたんですけど、それがねザンギエフのコンボなんですよ。ジャンプ攻撃からのコンボ。これができれば相手によりプレッシャーをかけられます。難しいんですよ。これね違うから難しいんですよ。自分の中でそうリズム音を作ろう。トゥーンポンポンみたいな。トゥンポンポン。みたいな。そうですそうです。トゥントゥンポン。惜しい合ってた合ったんだけど今しゃがんじゃってってコンボにできなかったんです。おい。
これです素晴らしい。マスターガッツポーズだ。いや嬉しいね。嬉しい。いや本当早いっすね。いや驚きました。これからすごく上手くなっていってもずっと使うテクニックなんで忘れないで身につけてほしいです。これは。時戸先生からはガードの基本を教えてもらったいつか。そしてボンちゃん先生からはジャンプからの攻めを教わりました。それらをおさらいすべく CPU 戦でベガと戦ってみましょう。憎い。俺ガードした？これがそう飛び込んでみようよ。ナイスガード。いや大丈夫。こうガードしてダメだ焦っちゃいました。焦っちゃったね。全然大丈夫。シューキックが下だ。ガードしている。しっかりガードしている。いい。いいよ。いいですよ。惜しい。全然いい。いいよいいよ。いや全然大丈夫。飛び込んで。いいよ。惜しい。やはり実戦だとなかなかうまくいかないようです。惜しかったな。ああいいですねいいですね。ガードいいです。ガードいいです。あと一回当てれば。ちゃんと飛び込んでる。ちゃんと当たってますね。そう間合いを離して飛び込む。ガードしながら間合いを測ってジャンプ攻撃からコンボにつなげる素晴らしい進歩です。レバーぐるぐるしちゃおうよ。そうやっちゃおう。いやまずガードで落ち着いて。そうガードで落ち着いて。はい落ち着いて落ち着いてる。先生もちょっと悪ノリ。するといろいろ詰め込み。それ教えてね俺。オーダー通りにはいかなかったけどそれも正解。コンボにはなりませんでしたがガードで相手の攻撃をしのぎつつジャンプからなかなかの攻めを見せたいつか。かなりいい感じです。勝ったじゃん。見事に勝利。しかも教えてもらったことどっちもできてたよ。本当ですか。よかったです。やっぱり落ち着きが大事なんですけど焦る気持ちが出ちゃってやっぱどうしてもうまくガードができないとこありましたけどちゃんと教えてもらったことを発揮できてよかったです。できてたよ。おめでとう。見事。いやゲームもできたし今日も楽しかったね。それはそうとじゅんさん。こちらのハイスコアガールご存知ですか？なんかちょっと気になってたんだよね。この春尾くんと日高さん、大野さんって言うんですけれども、この3人が繰り広げるもうゲームバトルと恋愛バトルがもうガッチャンコしたもう本当に面白いアニメです。90年代アーケードラブコメディハイスコアガールアニメのシーズン2がついにスタート。格ゲーファンは絶対にチェック。はいということで、そろそろ閉店のお時間になってしまったんですけども、今夜の格撃したハメ順は、田中さんとダブルさんに来ていただきました。ちょっとね私ダブル君に負けちゃったからちょっと今悔しさがまだねちょっとうじうじしてるんですけどでもこういうの出していただいてお二人に鉄拳ね見ていただいたことで歌広場さんにもやっていただいたことでやっぱり鉄拳の楽しさがちょっとでも伝わってたらいいなと思います。いやでも純粋に感想としては楽しかったです本当に。田中さんちょっと被るんですけど歌広場さんとそのいすかさんに鉄拳見てもらって少しでも興味湧いてくれたら嬉しいなっていうのと、あと見てくれている方々にも鉄拳はこういうゲームだよっていうのは見せれたかなって思ってます。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。はいということで、今夜のお客様は田中さんとダブルさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回はソウルキャリバー6上園選手とユットト選手がご来店。